はい、皆さんこんにちは、ファラムです。今日のファラムチャンネルは焼き物陶磁器についてお話を進めていきたいと思います。特に有田焼、そして海外では伊万里焼と知られている有田焼ですけども、この有田焼の生みの親と言われていますイ・サンペイ、イ・サンピョンについて今日は話を進めていきたいと思います。このイ・サンペイなんですけども、実は陶磁器のですね親、陶祖というですね、陶磁器の陶にですね、祖先の祖なんですけども、陶祖とも言われていて、東山神社というですね神社の神にもなっているわけなんです。それだけ彼が崇められるその理由は一体何だったのかについてですね、今日は見ていきたいと思うんですけども、遡ることですね、これは豊臣秀吉の朝鮮出兵の時に遡ります。で彼が住んでいたのが今のですねチュンチョン南道の昆樹というところと言われてはいるんですけども、それはまだまだはっきりはしていませんけども、彼の名前からですね判断して、この昆樹ではないかというふうに言われているわけなんです。でそこから彼は当時のですね肥前国の領主であった鍋島直重によってですねこの日本に渡っていくということで、それが1596年だったということなわけですね。ただですね、この当時この焼き物の技術というのは、日本においてはですね朝鮮から比べてみると劣っていたというふうには言われているわけですね。日本においてもですねこの磁器やそれから陶器というのは非常に価値のあるものとして見られていたわけでありますから、そういう意味では彼がこの日本に渡っていた当時はですね、彼が満足できるような窯であったりとか技術であったりとか、そういったこの作るための材料というものがなかったというふうに言われているわけです。日本とその朝鮮から比べてみると、先ほども言ったようにその窯のですね、温度においても、日本においてはこの1000度以上上げることができない。で朝鮮の窯においてはですね、上り窯と言われているんですけども、1300度以上ですね熱で焼くことができる。それによってですね短い時間で、そして丈夫でそして非常に音も鳴るですね、音もきれいになる、そういうような陶磁器を作ることができる技術があったということですね。それからよく高麗土というですね朝鮮だけにある土によってしかできないこの、要するに青磁とか白磁というものがあるんですけども、それもなかなか日本では作ることができない。要するにこの資源がですね日本においては韓国と違うというようなところで、このイ・サンピョンはこの日本の地ではですね、なんとかこの始めたわけなんですけども、彼が満足できるようなそのようなものが作ることができなかったということなわけですね。彼はですね、この鍋島直重のですね、この家老であった拓康利によって召し抱えられて、そして名前はですね与えられるんですけども、それぞれ日本名がですね金ヶ江三兵衛ですね、金ヶ江三兵衛というふうに名乗っていたと言われています。でこのイ・サンペイというのは実際の朝鮮でですね使われていた名前ではあったわけではないんですね。後々ですねこの金ヶ江三兵衛から推測して、そしてイ・サンペイではないかというふうなことで言われてきたわけなわけです。そして面白いのはですね、代々伝わっているこのイ・サンペイのですね、この家の代々の家文書というですね、先ほどの名前の金ヶ江家の文書というものが残っていて、それによってある程度のですね、彼の生きたこの時代の背景やですね、そのうちの彼の作品などをですね確認することができるということなわけなんです。彼はですね最初当初その唐津というところで、焼き物を始めていったわけなんですね。ですからその当時の、彼が作った焼き物の作品というのが、遺跡としてですね、出てきているというところですね。まずこれ非常にポイントなわけですね。ですから彼が朝鮮で作っていたその当時の技術やそういったものを、日本に来てですね、それと同じようなものを作ったんではないかと、予想できるわけです。
しかしながら彼はこの土やですね材料というものがなかなか満足することができずにですね、いろんなところを歩き回ったというわけですね。で次にですねこの有田というところ、有田ですね、有田という地域の泉山になんと彼が求めていた白磁鉱ですね、白磁を作るための土、土というか石なんですけども、石をですね、なんと発見して、そこで1616年から、この天狗谷窯ということで窯を作って、そして、焼き始めるというようなところなわけですね。その後ですね、その後彼の名声っていうんでしょうかね、噂が広まって、朝鮮から来た刀工たちもですねたくさんこの彼に支持して、そして集まってそこに村ができていくというようなところですね。当初は本当にこの、何もなかったところだったんですけども、彼のその発見によってですね、有田の町が刀工の町というようなことで、発展していくということであります。で彼がその、出身なんですけども、もちろんその先ほど言ったチュンチョン南道のですねコンジュというところが彼の一つの説なんですけども、出身ではないかとも言われているわけです。それがコンジュ八本里というですね、白というのは鶴で峰という漢字で八本というですね里というところなんですけども、ここからその当時のですね焼き物が遺跡としてたくさん出てきているというところと同時にですね、彼の名前が金ヶ江というところからそこからですね訓願というふうにですね予想して、訓願というですね川がそちらにはあります。ですからその訓願、韓国でも金とですねかなという字と江ですね、江という、川という字がですね、韓国では訓願となりますから、ですからこれはチュンナムの根樹の訓願ではないかというふうに予想されてはいるわけなんですね。しかしながら、そこにも記念碑がですね1990年に建てられてはいるんですけども、実際それだけではなくてキョンサン南道ですね、南のですねキメというところがあります。そこがですね彼の出身地ではないかと言われているわけです。先ほど鍋島直茂がですねこの朝鮮に渡って、そして通路ですよね、軍隊を率いて、そして行ったその通路が実際にそのチュンナムには行かなかったんではないかと言われていますから、慶尚南道のキメというのもですね一つの候補として挙げられているということであります。朝鮮のこの陶磁器についてはですねまた今後ですね詳しく動画を上げていきたいと思うんですけども、簡単にですね言いますと、新羅の末期の時からですねこの政治が始まっていくということで言われています。これは越州というですね、中国からのこの政治の影響を受けて、そして政治が始まっていったわけなんですけども、本格的にですね、今というんでしょうか、この高麗風の政治が始まったのは高麗時代ということで、12世紀からですね翡翠色ですね、翡翠色のその陶磁器が出てくると。この色自体がですね非常に澄んで青緑色にかかったその色がですね非常にもてはやされたということなわけですね。その前はですねこの非常に純粋な政治ではあったんですけども、徐々にですね象眼というですね細工がですねなされていく、そういった技法に変わっていく中で象眼技法が取り入れられるということなわけですね。でその次にこの高麗時代が終わって朝鮮時代に入るとですねプンチョンサキという技法が現れてきます。これは燻製先というんですけども、これがですね白いですね土を塗っていくことによってですね、そして力強いこの庶民的な絵を描いていくというような形になっていくわけですね。ですからこの当時の背景としてはですね非常に自由で、そして活動的でですね、そして力強いそのような雰囲気がこのプンチョン先燻製先にはですね見て取れるというところになってきます。でその後ですね
今度は16世紀、15世紀、16世紀になるとですね、白磁というものが現れてきます。これはどっちかというとですね、庶民というよりは村美というですね、韓国のその朝鮮のですね、学者を中心とした清潔感といった性質をこの白磁に表しているんではないかと言われているわけです。そういった流れの中において、先ほどのイ三平は日本に来て、そして有田ですね、焼き物を始めていくわけですから、そういったその背景がやっぱりあってですね、そして有田焼のそういった世界がですね作られていったんではないかというふうに推測がされるわけです。ですからいろいろなこの有田焼のですね、作品なんかを見ると、やはり先ほど言ったようなですね、燻製先や白磁といったものの影響がやはりあるとも言われているわけです。彼はですね、1655年にですね、77歳まで生きて、そして亡くなったということなわけですね。ですから当時からすると非常に長生きして、そして、この陶磁器のですね、焼き物に技術にですね非常には貢献したと、これは間違いないということが言えると思います。彼が1655年にですね亡くなっていくんですけども、推測ではあるんですけども、1579年80年あたりにですね彼は生まれて、そして30歳20歳か30歳ぐらいで日本に来て、そして30代でこの泉山の白磁を始めたというふうに考えることができると思われます。でその後ですね、その後というか彼が生きている間にこの1651年にオランダの東インド会社によって、この白磁ですね、陶磁器、日本のこの有田焼ですね、伊万里焼が2200個ですね売れていったということなんですね。そしてその後ですね、1664年にはですね4万5000個がですね、海外、特にヨーロッパにですね、輸出されていったということで、非常にこの、非全国が潤っていくですね、資金的にも潤っていく、そういうようなこのことにですね、連結していくということなわけですね。佐賀藩だけではなくて、日本のこの、焼き物の発展にですね貢献したというふうに考えることができると思います。はい、今日はですね、この朝鮮出兵の時に朝鮮から日本に渡ってきた金貝三兵衛イ・サンピョンについてお話をいたしました。今後はですねこういったこの朝鮮陶工についてもお話を進めていきたいと思っています。今後ともご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。